ワールドウォー2疑惑にようこそ。さて今回は第二次世界大戦中に日本軍が開発した不合兵器、通称風船爆弾について掘り下げていきたいと思います。太平洋戦争末期、和紙とこんにゃくのりで作った巨大な風船に爆弾を乗せてアメリカ本土を直接攻撃しようとしたという、なんとも壮大な計画ですよね。本当に。その驚くべき技術、この知られざる兵器の真実に迫っていきましょもし今回の内容が面白いと感じていただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。この不合作戦なんですけど、そもそもどういう経緯で計画されることになったんでしょうか。やはりですね、きっかけは1942年のドーリドル空襲。これで初めて日本本土が空襲を受けたわけです。それに加えてミッドウェー海戦での大きな敗北ですね。あれでそのアメリカ本土に一矢報いたいという、そういう動機が大きかったようです。なるほど、報復の意味合いがあったと。ただ気球を兵器にというアイデア自体は実はもっと昔からあったりするんですよ。例えばナポレオンの時代とか、それから19世紀にはオーストリア軍が爆撃にベネチアに対して使った記録もあります。あるいは明治時代に日本でもそういう構想はあったみたいですね。でも今回特に驚くのはその素材ですよね。直径が10メートルもある気球を和紙とこんにゃくのりで。そうなんです。これで本当に太平洋を渡るほどの強さとかガスが漏れないようにできたんでしょうか。それがですね、当時の日本の製紙技術の高さと、あとは工夫ですよね。和紙を何枚も重ねて貼り合わせることで、軽くても丈夫で水素ガスが漏れにくい構造を作り出したんです。なるほど。しかもただ飛ばすだけじゃなくてですね、高度が下がってきたら自動で砂袋の重り、つまりバラストですね、これを落としてまた浮かび上がるようにする。自動で？そうなんです。気圧計を使った巧妙な高度維持装置がついていました。さらに一定時間飛んだら爆弾とか焼夷弾を投下する時限装置も備えていたんです。電池と気圧計で自動制御ですか？当時の技術でそこまで。そうですね。アメリカ側もこれを回収して分析したときに、巧妙な装置、インジニアスデバイスだとその技術力を評価した記録が残っています。それはうなずけますね。限られた資源でなんとか最大の効果をという当時の状況が現れているような気がしますね。まさしく。そしてこれを運ぶ動力源が上空を吹く偏西風、ジェット気流ですね。冬場なんかは時速200キロ、時には300キロにもなる。これを乗せれば計算上はだいたい50時間くらいでアメリカ大陸に届くと考えられたわけです。50時間？当時潜水艦でアメリカ本土に近づくのもだんだん難しくなってきていましたから。なるほど。そういった戦況の中でこの自然の力を利用する計画が現実味を帯びてきたという背景がありますね。壮大な計画ですけど、実際に1944年の11月から茨城とか千葉、福島の基地から本当に放給が始まったんですね。はい、そうです。最終的には月に2500発を作る体制にまでなったと言われています。かなりの数ですね。目標は全部で1万個でしたから、これを実現するために全国の和紙の産地、特に四国中央市なんかが総動員されました。そしてその製造の中心になったのが、実は学徒動員された当時の中学生とか高等女学校の生徒たちだったんです。学生さんが作ってたんですか？そうなんです。群馬の高崎工女とか愛媛の川之江工女とか、そういった学校が工場代わりになって、体育館とか講堂で蒸し暑い中和紙をすくいたり、糊で一枚一枚貼り合わせたり。こんにゃくのりですよね。はい、未来ある若者たちの力がこういう兵器開発に注ぎ込まれたという現実は重く受け止めなければいけませんね。そうですね。これだけたくさんの風船が飛ばされたわけですけど、受け取る側のアメリカはどう反応したんでしょうか。生物兵器じゃないかみたいな心配もあったと聞きましたが。はい、当初はかなり警戒されました。各地で回収されたものを徹底的に調査したんです。結果的には生物兵器の可能性は低いと判断されました。実際の被害というのは？物的損害はほとんどありませんでした。ただ人的な被害としては非常に痛ましい事故が1件だけ記録されています。
オレゴン州でピクニックに来ていた女性1人と子供5人が偶然見つけた不発弾に触れてしまって、ああ、亡くなられたんですね。これが唯一のアメリカ本土での戦争による直接の死者となりました。でもアメリカ政府はこの事実を国民にはすぐには知らせなかったんですよね。そうです。国民のパニックを防ぐのと、あとは日本側に効果があったのかどうか悟られないようにするためですね。徹底した情報統制です。ただここがちょっと皮肉な点なんですが、この情報統制が結果的に日本側には一時的ですけど成功しているかのような幻想を与えてしまった可能性もあるんです。どういうことですか？断片的な情報とか、あるいは誤報が日本に伝わって、例えば新聞が米本土を脅かすみたいに報じたことで作戦はうまくいってるんじゃないかと、それで一時的に士気が高まったなんてこともあったようです。最終的には戦略的な効果はほとんど無効、インエフェクティブだったと評価されるわけです。結局この作戦はいつ頃、なぜ中止になったんですか？1945年の春頃ですね。理由はいくつかあって、まず原料の和紙やこんにゃくが不足してきたこと、なるほど。それから製造していた工場、つまり学校などが空襲で被害を受けたこと、これには動員されていた学徒の中に死傷者も出てしまいました。それは悲しいですね。あとは水素ガスを供給していた工場も被災したり、偏西風が吹く時期が終わってしまったこと、それから結局のところ戦果がはっきりしないということで軍の上層部の関心も薄れていったようです。いろんな要因が重なって中止に至ったと。そういうことですね。ただこれで完全に計画が終わったわけではなかったという話も聞きますが。そうなんです。実は中止が決まった後もより大きな直径15メートル級の改良型の研究とか資材の配給なんかは一部続いていた記録があるんです。じゃあまだ再開の可能性も探っていた？そういう動きもあったようですが、結局実現しないまま終戦を迎えて、関連する資料の多くは終戦時の命令で焼かれてしまったと言われています。莫大な労力と、それから多くの人々の、特に若い方々の犠牲を払いながら、ほとんど戦果を上げられずに終わってしまった。そうですね。でもその背景にある技術的な挑戦とか情報戦の側面、なんだか深く考えさせられるものがありますね。一見するとローテックというか単純に見える兵器が実は大陸間を渡るような能力を持っていた。この事実は現代の我々にとっても何か考えるヒントになるかもしれません。と言いますと？例えばドローンの技術などがどんどん進化していますけども、もしかしたらこういう風船爆弾のようなシンプルだけれども意表をつくような攻撃手段が現代において全く新しい形の脅威として現れる可能性だってあるかもしれない。なるほど。過去の事例から学ぶことは現代にも通じるということですね。そういった視点も大切ではないかと思います。今回の内容、皆さんいかがでしたでしょうか？もし楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。